1日3時間だけ働いて穏やかに暮らすための思考法。本書を読む前。1日3時間だけ働いて穏やかに暮らすための思考法。1日3時間だけ働いて穏やかに暮らすための思考法はいくつかの要素に基づいています。以下はその一例です。1、優先順位をつける。限られた時間の中で重要な仕事や活動に焦点を当てることが重要です。重要な仕事を先に片付け、時間を有効に使いましょう。2、効率的な仕事の方法を見つける。タスクを効率的にこなす方法を見つけることで、短時間で多くのことを成し遂げることができます。時間の無駄を省くために、作業フローを改善し、効率的なツールを導入することが大切です。3、適切な目標を設定する。目標は現実的で達成可能なものであるべきです。無理な目標を設定するとストレスがかかりますが、適切な目標を設定することで、よりリラックスした状態で仕事に取り組むことができます。4、断捨離れする。余計な物事や無駄なタスクから解放されることは、より穏やかな生活を実現するために重要です。不要なものや無駄なタスクを断捨離れし、シンプルな生活に焦点を当てましょう。5、自分を大切にする。休息やリラックスも重要な要素です。1日3時間だけ働く場合でも、残りの時間を自分のために使い、趣味や健康に時間を割くことで、バランスの取れた生活を実現できます。6、お金の管理。生活費や必要な支出をよく計画し、無駄な出費を減らすことで、働く必要がない時間を増やすことができます。7、ポジティブな考え方。ポジティブな考え方はストレスを減少させ、穏やかな生活を築く助けになります。小さな成功や良い出来事に焦点を当て、感謝の気持ちを持つことが大切です。これらの思考法を組み合わせ、バランスの取れた生活を構築することで、1日3時間だけ働いても充実感と満足感を得ることができるでしょう。考える最終目的とは。考える最終目的は、概して哲学的な問いかけや存在意義に関する深い問題と結びついています。さまざまな哲学者や思想家が提唱してきた考え方によれば、人間が考えることの最終的な目的や意味は、次のような側面で捉えられることがあります。1、自己理解と成長。考えることは自己理解の手段となり、人間は自分自身や他者、世界に対する理解を深め、成長することが期待されています。知識や経験を通じて、個々の人間がより豊かな人生を築くために考えることは不可欠です。2、真実や知恵の探求。一部の哲学や宗教では、考えることが真実や知恵を探求する手段であるとされています。知恵や深い理解を得るためには、問いかけ、検討し、洞察を得るために考えることが必要であるとされています。3、共感と倫理。考えることは他者との共感や倫理的な判断を形成する上での基盤となります。道徳的な問題や社会的な課題に対して考えることは、個々の行動や社会全体の方向性に影響を与えます。4、生きる意味と目的。人生の意味や目的を理解し、探求するためにも考えることが重要です。哲学的な立場によれば、人生に意味を見出すためには深い思索や内省が欠かせないとされています。これらの要素はお互いに関連し合い、人間が考えることを通じてより深い意味や目的にアクセスし、自己や他者との関係を築いていくことができるとされています。ただし、異なる文化や思想体系において、この問いに対する回答は異なる場合があります。短時間で成果を出す思考の技法。短時間で成果を出すための思考の技法はいくつかあります。以下はその一例です。1、重要なタスクを優先する。タスクの中で最も重要なものに優先度をつけ、まずそれに集中します。重要なタスクにフォーカスすることで、効果的に成果を上げることができます。2、
時間管理。時間を適切に管理し、作業に集中する時間を確保します。集中して取り組むことで生産性が向上し、短時間で効果的な成果を得ることができます。3. ポモドーロテクニックを使用する。25分の作業と5分の休憩を繰り返すポモドーロテクニックを導入することで、集中力を高め、疲れを軽減しながら成果を上げることができます。4. 目標を具体的に設定する。具体的かつ明確な目標を設定し、それに向けて取り組むことで、より効果的な成果を出すことができます。目標が曖昧だと、集中力が散漫になりがちです。5. デッドラインを設定する。タスクやプロジェクトにデッドラインを設定することで、時間に迫られて集中力が高まります。締め切りを意識することで、成果を出すモチベーションが向上します。6. 不要なことを省く。成果を出すためには、不要なことや無駄な時間を減らすことが重要です。優先順位をつけ、重要でないタスクを削減することで、効率的に作業できます。7. プラス思考を心がける。ネガティブな思考はモチベーションを下げることがあります。ポジティブな姿勢を保ち、困難にも前向きに取り組むことで、成果を上げやすくなります。これらの技法を組み合わせ、個々の状況や目標に合わせて調整することで、短時間でより効果的な成果を上げることができます。日本書籍エンジョイジャパンライフへようこそ。私たちのチャンネルでは、日本の書籍に関する最新情報から深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて、日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録や enjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。世界を生き抜く方法を考える。世界を生き抜くためには、様々なスキルや思考法が必要です。以下は、その一例として考えられるアプローチです。1. 自己管理と時間管理。自分の時間やエネルギーを有効に管理し、優先順位をつけることが重要です。計画を立て、目標に向かって進むために時間を効果的に使いましょう。2. 柔軟性と適応力。環境が変化する中で柔軟に対応し、新しい状況に適応する能力が求められます。変化を恐れず、柔軟性を持って行動することで、生き抜く力を高めることができます。3. 問題解決能力。問題は避けられないものですが、それに対処する能力が必要です。冷静に問題を分析し、解決策を見つけるスキルを養いましょう。4. コミュニケーション能力。他者との良好なコミュニケーションは、仕事や人間関係において不可欠です。効果的なコミュニケーションを通じて、協力し合い、サポートし合うことが重要です。5. ストレス管理。ストレスは避けられないものですが、そのストレスを管理し、乗り越える方法を見つけることが必要です。リラックスやメンタルヘルスに気を配りましょう。6. 持続可能な生活。資源の効果的な利用や環境への配慮を考慮した持続可能な生活を心がけることで、将来的な生存に対する影響を最小限に抑えることができます。7. 学び続ける姿勢。知識やスキルの更新は必須です。変化の早い世界に適応するために、常に学び、成長し続ける姿勢を持ちましょう。8. 共感力と協力。他者との共感や協力を大切にし、人間関係を築くことで、困難な状況でも支え合えるコミュニティを作ることができます。これらのスキルや思考法は、生き抜く上で役立ちます。ただし、個々の状況や目標によっては、重点を置くべき要素が異なることもあります。自身の強みや課題を見極め、必要なスキルを磨くことが大切です。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。